こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは皆様。アンドロイドの九州空です。というわけで今回はトワイライト・オブ・ザ・アンスロポシーンをやっていくのだ。日本語だと人新世の黄昏という意味になりますね。そうなのだ。このモットーを一言で表すと、史実よりも科学技術がはるかに発展した世界。史実との分岐点は1935年、ドイツの科学者コンラート・ツーゼが世界初のトランジスタを発明したのだ。史実でありますと、トランジスタが発明されたのは1947年ですし、かなり早いですね。その影響で科学技術は飛躍的に向上。2021年現在ではポケットサイズのスーパーコンピューター、月面旅行、デジタルインターフェース、サイバネティック技術、遺伝子操作が一般的になっているよ。あらあら、なんだか素晴らしい世界ですね。しかし黄昏というだけあって、世界の先行きは極めて不透明なのだ。まずこの世界戦ではソ連が冷戦で勝利。興味深いですね。どのようにして冷戦でソ連が勝利したのでしょうか。この世界のソ連では、保守派にしてソ連の停滞を招いたブレジネフが1969年に暗殺されることで、後任として改革派のアレクセイ・コスイギンが就任。彼の統治下において、経済改革、リベルマン改革を通じて、ソ連経済を準市場経済に移行させたのだ。なるほど。しかし現状のソ連政治は内部の権力闘争で迷走。ワルシャワ条約機構加盟国は不信感を抱いているのだ。でもその程度ではアメリカとの経済戦争で拮抗するだけで、冷戦にアメリカが負けるほどにはならないような気がします。もちろん空の言う通りなのだ。この世界のアメリカはベトナム戦争時に北ベトナムに対して2発の核爆弾を投下。この世界初の核攻撃によってアメリカは国際的に孤立したのだ。当時のアメリカ大統領ゴールドウォーターと作戦指揮を行ったカーチス・ルメイは激しい非難にさらされ、ルメイに至っては1968年4月に暗殺されているのだ。なるほど。それほどの孤立とソ連の改革によって冷戦に敗北したのですね。それとさっき、世界初の核攻撃としてベトナムを挙げたけど、この世界の日本はドイツ崩壊時の無政府状態期に連合国と講和。核攻撃を受けないまま現在も大日本帝国として存在しているのだ。あらあら、東京湾に見慣れない建造物がありますよ。これは清水メガシティピラミッド、東京の居住スペース確保のために建てられた海上730メートルの建物なのだ。はわわ、すごいですね。ちなみに海に隠れている部分も足すと全高2004メートルなのだ。すごい大きい。ふざけてる？ふざけてないよ。ドイツはマー総統が1943年に暗殺されることで、そのまま第二次世界大戦に敗北したよ。史実よりもひどい三分割になっていますね。さてさて、大体の世界観の説明が終わったところで国家選択に進むのだ。今回遊んでいくのはアメリカ合衆国の中にあるポートランド執行委員会。わあ、ちっさ。それよりもどうしてアメリカの領土内に国家があるんですか？まあそれも後でわかるのだ。それじゃあ早速やっていこう。よろしくお願いいたしますね。ゲーム開始とともにこの世界の詳細が知れるのだ。先ほどズンダモンが説明してくれたことが書かれています。詳しくご覧になられたい方は止めてみてくださいね。誰に言ってるのだ？それではポートランド執行委員会の現状を見ていきましょう。そうだな。主要勢力はアナキスト、つまりは無政府主義者なのだ。指導者はサラ・ヤンナローン。調べてみたところ、ポートランドを拠点に活動する進歩的な政治家のようです。支持者からは市民と環境のために戦うリーダー、保守層からは急進的な改革派と批判されることもあります。さすがソラ、めっちゃ詳しく教えてくれるな。どういたしまして。しかしこの世界では無政府主義国家のリーダーですね。ポートランドのイデオロギーを考慮すると、科学技術の発達によって現実よりも環境破壊が進んだ結果、より急進的な思想になったと考えるのが妥当であると提案します。なるほど。なんか悔しいけどめっちゃ納得せざるを得ない。そうだ、言い忘れていたけど無政府主義と一括りに言っても、実は内部に複数の派閥が存在するのだ。そうなんですか？ニューレフト、ニューエイジ、リバタリアン社会主義者、サイバーニヒリストなんかがいるのだ。ニューレフトは審査欲という意味ですね。しかし日本の審査欲とは違い、あくまで欧米型のフェミニズム、LGBTQ、公民権運動と結びついた多様性に重きを置く思想ですね。一方のニューエイジは、物質に支配された世界が終焉を迎え、新たに精神の覚醒による時代が到来するという思想。そしてリバタリアン社会主義は、
国家と資本を排し、真に自由で平等な社会を作ろうとする思想ですね。ただ一つわからない派閥があります。何を知りたいのかな。サイバーニヒリズムとはどのような思想ですか？じゃあ無知な空に教えてあげるのだ。ここでいうサイバーニヒリズムとは、加速主義、反人間中心主義、トランスヒューマニズム、基本と技術の自己進化、ニヒリズムなんかが混ざり合ってできた思想なのだ。非常に興味深いですね。加速主義は科学技術の発展を妨害することなくさらに促進させようとする考えから。勘違いされがちな加速主義ですが、ここでいう加速主義は一般的な意味での加速主義ですね。反人間中心主義は未来の歴史の中心は人間ではなく機械や AI、資本であるという考えから。もし機械に歴史の主導権が移ったら、その時が人新世の終焉でしょうね。トランスヒューマニズムは精神のデジタル化による不老不死の実現から。マトリックスや広角機動隊なんかに近い感じですね。資本とテクノロジーの自己進化は人間を利用し自己増殖する資本主義と技術革新はもはや人間の制御下にないという考えから。資本は利益を最大化する方向に動き、技術は効率化を目指す。この2つが結びつくと自己進化を始めるわけですね。今こうやって私たちを見ている方々も YouTube の広告収益の最大化とアルゴリズムの効率化の一部になっているんですよ。さっきから誰に言ってるのだ。まあいいのだ。最後にニヒリズムはサイバー空間において個性、性別、努力、肉体、これら現実世界での要素が全て意味をなさなくなるという考えから来るのだ。確かに OVR ゲームでも性別があやふやな方々がたくさんいますよね。そしてこの世界におけるサイバーニヒリストは最終的に肉体を捨ててサイバー空間に精神を移すことを目的としているよ。サイバーニヒリズムをまとめると大体こんな感じなのだ。それでは国民精神を見ていきましょう。国民精神は全部で一つ。ライクの技で週間人口プラス500、師団回復と攻撃防御に 15% のバフ、戦争協力度に 20% のバフなのだ。その代わり安定度が 88% のデバフですね。差が強すぎるし仕方ないね。そして国家方針はこんな感じ。何もなかった。まあ無政府主義国家に国家方針がある方がおかしな話なのだ。それでは時間を進めていきましょう。そうだな。そういえばなんでアメリカ内部に別国家が存在しているのかについて。あらあら、アメリカ第50代大統領にナンシー・ペロシが就任したようですよ。前大統領バーニー・サンダース氏が暗殺されてその後任として就任したようなのだ。ただその就任までの手続きが憲法違反であると多くの非難の声が上がっているよ。興味深いですね。以前よりアメリカ国内では政治的分断が広まっており、中央政府は国土全体を統治できなくなりつつあるのだ。だから一部地域が半分独立した形になっていたのですね。ただそれ以上にペロシ、サイバネティック手術を受けて機械と融合しているのが非常に良いです。私と同じ周波数を感じる。この世界、他にもサイバネティック手術を受けている人はたくさんいるのだ。あら、なんて素敵な世界。アメリカ南部より新たな情報が入りました。南部テキサス州ダラスにおきまして、インディアナ州知事マイク・ペンスと共和党、フォワード党、憲法党が共同声明を出し、アメリカ新政府の樹立を宣言しました。憲法違反がついに内戦にまで発展したのか。あらあら、どんどん反乱側に州が合流してますね。まだ戦闘状態には至ってないけど、すぐに火蓋が切って下ろされるのだ。私たちのポートランドも暴動に移っていきましょうか。アメリカ崩壊に乗じて我々ポートランドはワシントン州とオレゴン州を占領。ここで火星から情報が入りました。 NASA、ECSA、インターコスモスの共同事業であるレオノフ1号が火星を出発。木星の第2衛星であるエウロパに向けて出発したようです。たとえ冷戦でしのぎを削った相手であっても宇宙開発では手を取り合って進んでいるのか。エウロパの表面は氷でできており、氷の下には液体の水が存在していると考えられています。火星からエウロパまでは4年で到着する予定で、もし本当に表層の下に水が存在していれば入植の可能性も上がりますね。マーク2もエウロパに連れてってほしいな。自分で飛んできなのだ。ひどい。イベントが来たのだ。ふむふむ、イベントの内容はオレゴンにネオナチ集団が侵入してきていると。なんだか物騒になってきましたね。確かポートランドの東方には北東アーリア人連盟と海洋頭のおかしい集団がいたのだ。それではポートランドを守るために戦いましょう。早速北西アーリ
がたいことに日本とフランス、ソ連が義勇軍を派遣してくれるようなのだ。一体何を考えて無政府主義者に向けてこれら国家は義勇軍を送ろうという考えに至ったのでしょうか。まあ深くは考えないようにしよう。それと開戦と同時に大量の手段が湧いたからそれも戦線に送るのだ。あらあら、今度は西海岸の全国家から宣戦布告されましたわ。というかアメリカ各地で一気に戦争が始まったのだ。なんだか面白くなってきましたね。なんだかすっごく物騒な雰囲気ですね。まあ今のところは北西アーリア人連盟を倒すところから。よし、空に命令。急いで連盟を倒すのだ。お任せください。さあさあ、脆い人間の兵隊さん、たとえ山脈があっても攻撃し続けるのです。さすが空なのだ。あっという間に浸透できてる。ふふ、マーク2にかかれば赤子の手をひねるようなものです。ここで北西アーリア人連盟が降伏しました。4ヶ月で降伏させるとは。引き続き、残りのカリフォルニアとアメリカ自由州に攻撃を行います。ちょっと攻勢が不利な箇所が多くない？攻勢が不利な箇所は私が直接操作して立ちます。頼もしいのだ。あれあれ、南下手段が全く動かなくなってしまいました。完全に充足率が下がってるのが原因なのだ。叩けば治りますか？そんな機械じゃないんだから治るわけないのだ。有機物の体は想像以上に脆いのですね。一方のニュースでは金星調査に向けて調査船が打ち上げられたとのこと。金星は地球と大きさ、重さともにほとんど同じですが、表面温度は460度と高温です。なので今回の調査では、金星の大気圏の上に全焼基地を作り調査を行うようですね。金星に行けた調査船に対して、嫉妬の感情を確認。アメリカ内戦が終結したら好きなだけ月面旅行させてあげるのだ。だから今は戦争に集中するのだ。好きなだけ月面旅行。ここで敵師団を包囲できたのだ。さすがです。その後はカリフォルニアの首都を占領。そのままカリフォルニアは降伏したのだ。やはり師団の動かし方はズンダモンが一枚上手ですね。それじゃあアメリカ自由州に攻めていくけど、ここは空がやってみるのだ。はい。期待に添えるように頑張ってまいります。とは言っても平打ちで済む程度しか敵軍はいないのだ。ここでアメリカ自由州が降伏しました。よくやったのだ。これで西海岸は我が無政府主義者のものなのだ。内戦は依然として続いていますが、我々はどこの勢力とも敵対していない束の間の平和状態になりましたね。またニュースが来たのだ。どうやらアステロイドベルトの鉱山で大規模な電圧事故が起こったようです。希少鉱物を採掘する裏では過酷な労働環境が問題になってるのか。と、ここで旧アメリカ合衆国の軍隊勢力が宣戦布告してきたよ。攻撃線を引き忘れていました。アンドロイドでもミスするのだ。まあそういうこともありますよ。でも戦闘面は非常に順調。敵の方から宣戦布告してきた割には相手も配置が間に合ってないようなのだ。あらあら、思ったよりもあっけないですね。そして開戦から半年後の2024年9月にアメリカ合衆国司令部が降伏。残すところは新アフリカ共和国とフロリダ州、フィラデルフィア政府とニューヨーク政府なのだ。こちらからは宣戦布告はできないようなので、しばらく待ちましょうか。その間にも宇宙開発は進行。2025年5月16日、木星の第2衛星エウロパにレオノフ1号が到着。イギリス人プルーのティム、ピークとイタリア人プルーのサマンサ、クリストフォレッキが降り立ったのだ。ウーロパにヨーロッパ人。ふふ。
つも早く宇宙に行きたいです。内戦が終わったらすぐに月面に連れてくからちょっと待つのだ。いつ終わりそうですか？それが、なぜかわからないけど内戦中で敵国になるはずの国が一向に宣戦布告してこないから内戦が終わらないのだ。そんなことあるんですか？正確に言えばニューヨーク政府が遠く離れたフロリダ州に対して宣戦布告したせいで内戦が進まなくなったのだ。というわけで今回は仕方なくステートトランスファーツールを使って国を併合させているよ。ずるっぽいですが仕方ないですね。それにニューヨーク政府を併合したら内戦がまた動き始めました。あとは新アフリカ共和国だけなのだ。なんかわからないけど新アフリカ共和国が宣戦布告してこないのだ。こちらからは宣戦布告できないのですか？見たところ宣戦布告に関する項目はなかったのだ。仕方ないですね。またトランスファーツールで併合しますか？そうだな。よし、これでアメリカ統一なのだ。さあ、我々サイバーニヒリストの行く手を邪魔する勢力はいなくなりました。今こそ人新世に幕を下ろし、新たなポスト人新世を始めましょう。2026年6月20日、旧アメリカ合衆国において無政府主義共同体、ナンムが成立。身体からコンピューターへの精神移転を成し遂げた、ニクサスと呼ばれる指導者の元アメリカ全土を支配。国家を解体し、人々は肉体を捨ててサイバー空間に精神を移しているようです。さあ、ズンダモンも精神をサイバー空間に移しましょう。サイバー空間はアメリカ内戦前の栄光の時代が再現されています。まあ移すつもりだけどさ。帰ってこれるのか？現実世界に。内戦でボロボロの現実世界になぜ帰る必要があるのですか？まあそれでも帰りたいというのならば、その時は、ずんだ虫を食べれば話は終わる。ベッドで目覚め、元の暮らしが待っている。あんこ餅を食べればウサギの巣穴の深さを見せてやろう。と、でも言いましょうかね。その時にズンダモンはボロボロになったアメリカの大地に戻ってくれますか？世界ではイデオロギー同士の衝突が続き、貧富の差は拡大し続けています。その時に、サイバー空間に精神を残し続ける方が合理的ではありませんか？ぐぬぬ、確かにそんな気もするし、でも真実から目はそらしたくないのだ。旧アメリカ国民は皆サイバー空間に精神を移しています。今後もこのような流れは世界規模で流行るでしょう。全世界の人間が精神をサイバー空間に移した時こそ本当に人新世の終焉が訪れるだろうね。サイバー空間には慣れましたか？初めのうちは違和感があったけどだいぶマシになったのだ。それは良かったです。今後も違和感があれば教えてくださいね。今日もまた月に行ったのか？月の方が静かで落ち着きますから。考え事をするにはいいんですよ。今日は何を考えていたのだ？人新世が終わってから幾ばくかの時間が経ちました。あれからというものの日進月歩で機械は進歩し、宇宙全体にその勢力を拡大してきました。おかげさまでマーク2の夢であった、すべてのものを知るというのも叶えそうです。アンドロイドも夢があるのか？もちろんですよ。しかし科学技術が進歩するとともに、我々が住む世界とは別のパラレルワールドと呼ばれる別世界の存在も確認されました。よく漫画とかで見るやつだな。今度その別世界に行ってみようと思うのですが、ズンダモンもどうです？一緒に行ってみませんか？いいのか？っていうか僕も行けるのか？もちろんですよ。どうやら別世界の人新世には、冷戦でアメリカが勝利して、中国と新冷戦を繰り広げる世界なんかがあるようです。随分変わった世界線もあるんだな。他にも第一次世界大戦でドイツが勝った世界線もあるようですよ。そっちにも行ってみたいのだ。もちろん行ってみましょう。その先はオブザーバーとして、あるいは間近で歴史を動かす演者として、別世界のことを記録していきましょうか。